4時に起きるつもりが目を覚ましたのが4時28分。少し悔しくなりました。罪悪感は残っていましたが、それでも顔を洗って身支度を整えました。なんで起きれなかったのか。このままだとずっと自分を責めてしまいそうだったので、ノートに原因を書き出してみます。書き出してみると、寝る時間が遅かったことや直前までスマホを見ていたことが浮かびました。4時に起きなければという気持ちも楽しみより不安に変わっていった気がします。さらに仕事や日々の生活に追われて、思っていた以上に心も疲れていました。一つ目は寝る時間が遅くなり、普段より睡眠時間が短くなっていたこと。二つ目は寝る直前までスマホを見て眠る準備ができていなかったことです。早起きを頑張る前に夜9時にはスマホを置き、いつもの時間に布団へ入ることにしました。仕事や生活の予定を優先していると、自分が何をしたいのかわからなくなることがあります。そんな時は、やるべきことよりもやりたいことを選びます。コーヒーや甘いもの、体のケアや映画など、自分が戻ってこられる時間を優先します。疲れている自分に優しくできるのも自分なのだと思いました。原因を書き出せたので、次はもっと余裕がある日に4時起きへ挑戦します。次は考えることから離れて手を動かす時間にします。今日選んだのはポストコーヒーから届いたエイトスさんのコーヒー豆。大好きなコーヒーから朝を始めます。豆をひいている間は自然と無心になれます。気分に合わせてお気に入りの陶器を選びました。失敗した朝も小さな好きを積み重ねていきます。今日は上手に入れようとせず、ただゆっくりお湯を注ぐことだけ考えます。一つのことに集中していると、さっきまでの落ち込みも少し遠くなりました。今日はこちらのカップにします。コクのあるほろ苦さと
チョコレートのような甘い余韻を楽しめる一杯でした。今日は自分に甘くてもいいと思えたので、この後はお菓子も一緒に楽しみます。コーヒーに合いそうなコースターを選び、福島旅行で買ったお菓子も並べます。旅先の味を思い出すだけで、朝に小さな楽しみが増えた気がします。まずはせんべいから。こちらは試食をさせていただき、即購入を決意しました。枝豆の香ばしさとキノコのような風味、程よい塩気がコーヒーにもあって、買ってきてよかったと思いました。続いてミルク味のバームクーヘン。卵の優しい甘みとまろやかなミルクの風味が広がります。しっとりしながらふんわりしていて、朝にも食べやすい味でした。気づけば起きれなかったことより、コーヒーの美味しさに心が向いていました。コーヒーを飲みながら福島で持ち帰った小さな思い出も眺めます。マスキングテープはデザインに惹かれて購入しました。赤べこをモチーフにしたポストカードも旅を思い出させる一枚として選びました。福島も無事に制覇をしました。旅の思い出も少しずつ増えて嬉しいです。最近身近な人から借りた本を読みます。全部読もうとせず、今日は区切りのいいところまで。起きれなかった罪悪感はまだ少し残っていました。でも静かにページをめくっていると、できなかったことより今できていることに目が向いています。予定していたことを全部できなくても、一つできたらその朝は十分なのかもしれません。少しでも本を読めたことで、今日はこれで十分だと思いました。思っていた朝とは違いましたが、少しずつ自分のペースを取り戻せました。4時には起きられませんでしたが、理由を書き出し、好きなコーヒーと読書の時間を過ごすことで、自分のペースを取り戻せました。このチャンネルは人付き合いや仕事で少し疲れやすい僕が、朝の時間や一人旅を通じて心を整えていく記録です。見終わった後、明日10分だけ早く起きてみようかなと思ってもらえたら嬉しいです。
また次の Vlog でお会いしましょう。